はい、こんにちは、高弘です。今回はこの写真について解説したいと思います。この写真は2023年10月、大阪で撮った写真です。光は画面の奥、やや右から逆光気味に当たっています。太陽自体は入っていません。太陽はこの建物の裏にある感じ。そこからちょっとだけ明るい光が見えています。その太陽光は左側のビルの壁、窓に当たって反射していて、そこがこの写真で最も明るい場所になっています。ハイライトはここと空の部分、そして通路、そして通行人の顔の部分に入っています。こういう風にハイライトが点在していて、光の軌跡を感じられるような写真は僕は好きです。実際この写真を見た時に今言ったハイライトの箇所と通行人に目が行くようになっているはずです。あと好きなポイントはこの道路に落ちた影です。ここの鋭利な感じわかりますかね。ここのカクッとなっているところやシャープなラインがめっちゃ気に入っています。影を積極的に撮るのも僕のスタイルです。あとはこの男性も渋いですよね。足の角度もいいです。何より髪の毛が白髪になっていて、そこに光が入っているのが素晴らしいです。ここは全部黒髪だとだいぶ印象が変わってくるんですよ。はい、比較のためにわざと髪を黒く塗りつぶした写真と比べてみます。左が黒く塗った写真、右がオリジナル。これは結構違うでしょう。右の方が光が当たってるっていう感じが出ていますよね。人物に光が入ることで冒頭に言った光の軌跡を感じられるようになっています。右上から来た光がビルに反射したり頭の部分に当たっているということをよりはっきり意識させることができるからです。そしてこの写真はそれを見越して撮っています。白髪混じりの男性が撮るのを待って良い位置でシャッターを切るということを僕はよくやります。ストリートで人を待つというのはまあよくある手法ですが、具体的にどのような人を待つかまで決めているということです。で、こんな風に、今手の内を全部ばらしてますけど、全部明かすと急にちょっとあざといなっていう風な見方も出てきて、あまりいい印象を持たれないかもしれません。ストリートといえばスナップ、すなわちさっと撮る、瞬間の出会いを重視して撮るというスタイルが多く、僕のように細かい計算までして撮るなんてちょっとなんか違うって思う人がいるからです。でも僕のモットーは純粋にそのかっこいい写真を撮りたいっていうことなんですね。で、そこを追求していった結果、このようなスタイルになったということなんで、これはこれで気に入っています。もちろん賛否があるのはしょうがないことかなと思っています。人それぞれスタイルがありますからね。話を戻します。ここまではこの写真の好きなポイントを挙げてきましたが、ではダメなポイントはどこでしょうか。人物とか反射光とか左サイドはまあいいんですけど、右サイドに何もないのが気になります。あとまたこのライン、このいくつかのラインが収束する点に何もないのもマイナスです。できればこの辺に副題というかアクセントになるようなものが欲しかったなと。例えばこのビルがもっと尖ったビル、東京タワーみたいなやつだったら良かったのですが、ここでは単なる黒い棒になっているのでそれが面白くないです。あとはオリジナリティ。日本でこういう写真を撮っている人は、そんなには多くないですが、海外まで含めると結構見ます。何より自分自身で似たような写真をいくつか撮っています。そしてついでに言うと、この写真はかっこいいはかっこいいんだけど、その先のもう一歩が足らない気がしています。この写真を自分なりに評価すると、光は4点、雰囲気も4点、構図は3点、オリジナリティも3点といったところでしょうか。こんな感じで僕は自分で撮った写真を客観的に評価しながら、じゃあ次はもっとこういうところを工
工夫して撮ろうというふうに次につなげられるように意識しています。今回の動画では僕が写真で何を見ているかを具体的に解説しました。言いたかった点をまとめるとこんな感じになります。はい、ということで今回の内容は以上となります。どうだったでしょうか。ちょっと内容が固めだったかなと反省していますが、こんな風に写真だけ見てここがいい、ここはダメとか言っている動画ってあんまり見かけないので、これはありなのかなと思っています。これから実際に撮影するシーンとかレタッチのやり方とかも動画としてアップしていく予定なので楽しみにしておいてください。あとチャンネル登録、これもぜひお願いします。それではまた。